実験大好き MNU です。今回は最近ワッチしても SSB、CW があまり聞こえてこない。みんなどこに行ったか。FT8、こちらの方にね、移行された方が多いんじゃないかなと思っております。こちらの CQ2 8月号。付録の方のね、こちらの方の FT8 入門がね、私的には中入門ぐらいのマニュアルだと思いますんでね、インターネットでもヒットしないような情報も上がってきておりますので、ぜひともね、皆さんこちらの方もね、見ていただければと思っております。最近のね、ちょっと FT8 の動向、簡単にご報告させていただきます。FT8 とくくりましても、バンドルによってかなり状況が違うんじゃないかなと思います。昼間ですよね、私もよく出る昼間の斜めが FT8 と SSB も結構賑やかですね。CW はね、以前もかなり減ったんじゃないかなと思います。で、今度は夜間ですよね。特にローバンドっていうと、昼間と夜間で全くね、風景変わってしまうんですけど、夜間になっちゃいますとね、DX 向けはやっぱり FTA とかね、圧倒的に多いんじゃないかなと思ってます。これはね、7メガもそうなんですけど、3.5 メガも結構ね、今 FTA の方がね、賑わってるんじゃないかなと思います。太陽黒点が上がってきております。やっぱり一番の注目のハイバンドの方なんですけど、黒点には直接関係ないんですけど、今のシーズンやっぱり e スポ抜きには語れませんので、e スポがオープンしますとね、国内向けはね、皆さん結構 SSB 出てこられているような状況になっております。で、その以外の時間帯、国内があまりオープンしていないような状態ですとね、圧倒的にね FT8 の方がねたくさんの方出ておられるようなね状況じゃないかなと思います。21メガノイズが少なくて、昔のイメージでしますとあんまりバンドが開けてなくて聞く価値ないのかなっていうぐらいノイズが静かなようなタイミングっていうのが結構ね21メガあるかと思うんですけど、 T8 が出る以前のお話ですよね。もう10年20年30年前とかですので、気がつかないような、今までオープンしてないと思ってたのが実は弱々しくオープンしてて、実際に QSO もできるような時代になってきておりますので、結構ね DX の楽しみの方向性っていうのが変わってきてるんじゃないかなと思っております。で、今度50メガですよね。コンディションのねやっぱり変化に備えて結構多くの方が待機してることが多いですね。で、なぜかと言いますと、やっぱり受信感度をやっぱり最大化したいと、不必要に CQ を出さずに大陸からの電波をね待っておられるようなね状況が続いているんじゃないかなと思います。私みたいな人間が寂しいんで、時々こう CQ を出すとね1曲2曲がねお答えいただいてるんでね、そんな感じで皆さん待機しているような状態が続いているんじゃないかなと思います。で、ひとたびね大陸からの電波が入るとすごい状態がね結構続いているような状態になっております。最近のね50メガでしたらオセアニアでもね結構飛びましたねって昔はよく言うてたと思うんですけども、最近ですとねもうヨーロッパとかもう南米北米アフリカ、それ全部じゃんみたいな形でね50メガでもね FT8 の普及に伴って皆さんがやっぱワッチして電波が弱くてもつながるっていうことでね、今まで気づかなかった電波状況っていうんですか、 QSO のタイミングとかもね SSB、CW 時代とはねだいぶ変わってきてるんじゃないかなと思います。ただしね、これ悲しいとこなんですけど、当局の、ね、持ってるようなねダイポールと設備ですと相手局が全く聞こえないと。オセアニアはね台湾さんとかあの辺はなんとかギリギリ聞こえるんですけど、ヨーロッパはダメですね。皆さん呼んでるんですけど全く相手が聞こえないんでね、全く申し訳ないです。私レベルでしたら面白い状態にはねなり得てないような状況です。で、なぜかと言いますとね、これ話すとまた長くなるんです。アンテナの利得が50メガ結構確保できます。ちょっとしたアンテナでもねもう簡単に 10dB 以上稼げますので、この前動画の方で私間違って説明して申し訳ございません。動画の方ではね最大 50W と記載してたんですけど、正しくは 500W が正しいですので、500W までね実際認められてますので、よくよく考えると最もね格差があるバンドじゃないかなと思います。設備と資格によってねとんでもない差があるバンドがね今50メガじゃないかなと思います。で、ちなみになんですけど、私はねもう50メガはe スポが出た時に SSB を楽しむ派で、あとはねスキャッターかなんかを狙って FT8 で遊ぼうかなとは思ってはいるんですけど、やっぱりノイズがダイポールだと多いんで、あんまりねノイズが多いのでやっぱりヤギアンテナがいるのかなみたいな形で、ちょっとね積極的に FT8 あまり50メガは出ないような傾向になりつつあります。今度はね144メガ、2メーターですよね。こちらの方はねやっぱり e スポスキャッター同じくね50メガ同様ね狙われて、多数の曲がやっぱり待機されているような形じゃないかなと思います。で、当局のねしょぼしょぼよく出てきます4分の1ラムダのもう GP ですよね。超しょぼしょぼですけど、これでもね
今のところ結構楽しめてるような状況です。3エリアから、しょぼしょぼのアンテナでもね、0エリア、1エリアあたりがね、結構時々見えてきてるような形ですね。多分 e スポじゃなくてスキャッターかな。夕方が多いんでね、スキャッターじゃないかな。いろんな電波があるとは思うんですけどね。結果的にはやっぱりQSB があるような状態で結構届いてきております。相手にも聞こえていることは分かってるんですけど、なかなかタイミングがね合わなくて QSO が最後までできない。73RR 送ってもらっても返しきれてないような状態でね、尻切れトンボでね QSO が非常に増えてきているんですようなね状況が続いております。そうなことにね、先日もね、更新はできなかったんですけど、ロシアもね聞こえてきてましたんでね、結構スメーターはね個人的には楽しめているような感じです。でもう一つね、この FT8 とかやり始めて皆さんよく知ってる習慣だと思うんですけど、結構ね忘れた頃に呼んでいただける局長さんっていうのが多いなと思います。7メガの国内も多いんですけど、意外とね私がちょっと力入れてます2メーターが結構多いっていうんですか、01エリアの局長さんもからもねやっぱり QSB が伴っているっていうことが分かってますので、その時にうまいこと QSO が終了できなくても5分とか10分後ぐらいに時々私をね呼んでいただいてて、逆に私の方がびっくりしちゃうんですけどね、呼んでいただいて少しでもね QSO 終了に向けてね協力いただけてるんかなみたいな形でね、後から呼んでいただけるっていうことが多いので、よくワッチして待機して電源切らないと失礼かなみたいな形でね、ちょっとこれは FT8 新しい習慣かなと思っております。であとこの送信の奇数問題、最近よく問題になっていると思うんですけど、15秒45秒で送信しましょう。この問題もね結構こちらの方のねマニュアルの方にも詳しくね抱えている方がいるんですけど、これがねやっぱり今大きな問題になってきてるんじゃないかなと思います。強い信号を受信すると受信感度が低下する、これはそういう仕掛けで無線機が鳴ってるっていうんですか。ですので昔はねこの S メーターが触れるイコール触れた分感度を落とすために S メーターを振らしてましたので、 S メーターが吹きますと AGC 回路っていうのが動作して感度を落とすっていうんですか、飽和させないために落としますので弱い信号が聞けなくなると。できるだけ同じタイミングで呼べば、ヨーロッパの弱い信号をみんなが同時に受信して同時に送信すれば受信にはね影響を与えませんので、このタイミングを反対にしちゃいますと、要は中途半端にヨーロッパが入っている時に誰かが送信しますと受信感度が低下してしまって受信できなくなるんでね、送信するためのタイミングをね守りましょうみたいな形で、特に50メガですよね。50メガが結構 FT8 でハマってる方、設備のねしっかりしてる方は結構ハマってると思うので、日本国内はね15秒45秒で呼びましょうと、徹底しましょうということをね結構書かれておりますし、私もそうだと思いますので、この辺はねもう少しやっぱり注力していかないとノイズカスカスの信号の QSO が増えてきた場合にね致命傷になりかねない事象やと思いますのでね、今後この辺がね普及がね非常に気になっているような状況です。あとは50メガの周波数不足、50っていうのは誰もオランダだからそんなことはないだろうと皆さん思われるとは思うんですけど、 FT8 の場合ですと e スポがオープンするとで国内局もいっぱい出てきます。当然 SSB でも出るんですけど FT8 でも皆さん出られるし、大体 e スポがオープンしますとね大陸も同時にオープンしていることが多いので、大陸と通信している微弱な電波と e スポの強力な国内の通信がもうかぶさり合ってもうてんやわんやになってますね。よく見ますとそういうような状況があるからっていうので、FT8 ってもともとね基本は各バンドに1つずつして7メガとかねそういうところはね2つあったりもするかと思うんですけど、50メガもやっぱり私が受信してても 50.313 メガヘルツがほぼメインで、ここもね通常は大陸との通信にも使ってはいるんですけど、結構オープンしたなっていうような状況になりますとね、こっちに移行しているのは確かに確認できているので、あとはね私も知らなかったんですけど303もやりましょうみたいな形に今なってるみたいなので、ちょっとこの辺の動向はこちらの方の記事にも書かれてもおりますし、実際はねもう少し私もワッチしながら本当にどう皆さんがね動いているかどうかをね把握していきたいなと思ってるんですけどね、意外と50メガが渾身が激しい、弱い信号と強い信号が混じり合っているので非常にねややこしい状況になっているバンドが50メガじゃないかなと思います。QS カードどうしてるのか、
もうこれね、もう YouTube でも皆さんちょっといろいろ騒ぎになってると思うんですけど、この QS カードの問題っていうのは結構ね、皆さんももう迷いに迷ってるんじゃないかなと思います。FT8 はね、基本的に更新曲数皆さんされますと多分桁外れに増えてるんじゃないかなと思うんですよ。一歩間違えると10倍以上ね、やっちゃったっていう方多いと思います。ハマってしまって。基本はね、もうラバースタンプです。59QSL みたいな形ですので、基本無条件で QSL カードはもう発行すると。逆にコンピューターシステムでセカンド以降の局長さんはね、こう色が変わって基本は QSO をしないようにしようっていうルールがありますので、逆にセカンド QSO っていうのが基本はないっていう考えのモードですので、 QSO をした限りは発行するっていうのがルールじゃないかなと思います。で、結果的にはね、やっぱり皆さんももう手間の問題もあると思いますので、電子 QSO カードがね、かなり普及してきてるんじゃないかなと思います。私の場合はね、取り急ぎ電子と紙がもう同時作業になっております。で、紙のね、QSO カードの消費が半端ないと。半端ないと言っても皆さんほどそう大したことないんですけど、年間100枚ぐらいの発行が500枚とかになっちゃってえらいことになってるので、そろそろね、他の方もされてると思うんですけど、FT8 はまずはね、電子優先にして、紙で来た局長さんがおったら後日紙で折り返し出した方がいいのかなと思ってね、ちょっと申し訳ないです。決め切ったらいいんですけどね、未だにね、決めかねてるような状況が続いているような限りです。で、今回のまとめさせていただきます。で、FT8 ね、やっぱり各バンドごとに特性に合わせてね、やっぱかなりいろんな運用スタイルが出てきてるんじゃないかなと思います。当然ね、こういう雑誌の記事にもなってはいるんですけどね、地域とかその自分の持ってるアンテナのスタイルによってもね、だいぶ異なってくると思いますので、ぜひともね、この辺はこういう記事を読みながら実際にね、ワッチして運用していただいた方がね、結果的に身になるんじゃないかなと思います。結構この辺はね、今多彩になってきてるんじゃないかなと思います。で、あともう一つね、やっぱり FT8 やらないとハモの楽しみがもう半減どころか3分の1ぐらいになりそうなイメージになってきてますね。かなりの局長さんがやっぱり FT8 の方に移行して待機してますので、 FT8 いろんな確かに面白くないぞっていう考え方もあるんですけど、実際にね、いろんな活躍の仕方各バンドにも生まれてますので、ぜひともね、FT8 やるような方向でね、やられる方はね、早めに割いた方が個人的にはいいんじゃないかなと思っております。で、あとはね、これ各局でもよう話してるんですけど、特に HF のハイバンドですよね。いつ SSB、CW が賑やかになるのか、要は昔みたいにいつになったらなるのかなっていうのでね、今はよくね、コンディションがもう一歩だから FT8 でないとつながらない、安定して QSO ができないっていうのがね、一つの理由でSSB、CW が少ない理由わかるんですけど、もっとコンディションが上がってきたら、楽勝でね、SSB でもつながるようになりましたら、さあどうなるのか、賑やかになるのか、いやいや賑やかにならないのかっていうのはね、個人的にはちょっと気になっているような次第です。FT8 ってもう半分以上もう IT 業界、もうパソコンのソフトで QSO カードまで全部電子仕掛けがね、IT 業界同様データとして流れていってますので、とにかく変化がものすごく激しい。で、あとその辺でね、やっぱ最新情報が気になっているような状況です。本来ですとね、最新情報っていうのはインターネットの方が最新、いやいやこういう YouTube の方が最新やという考え方があって、こういうね、紙面っていうのが一番遅れるからって私も思ってはいたんですけど、最近ちょっとね、いろいろな方のそのパワーバランスで、逆に紙面の方が早いとは言わないんですけど、正確でぼちぼちの情報が上がってきているような形になっているので、場合によりましたらね、やっぱり紙面の方もちょっと目通しとかないと、ネットだけ見るとちょっと偏ってしまうかなと思ってね、ちょっと私自身もね、心配になっているような次第です。そういう形でね、今回は軽い気持ちで、あくまでもね、アマチュア、素人、で、大した設備が持ってない人間がね、簡単にちょっと FT8 の概要だけ説明させていただきました。ぜひともね、皆さん、こういう雑誌を見てみたり、他の OM さんともね、SSB なり FM で話してみたり、で、あとは自分でやっぱりワッチしてみる。で、インターネットをね、もう少し私もね、十分見切れてないんですけど、もっと見ていただいたりして、最新の情報にはね、気をつけていただければと思っております。おさらでお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。